ホワイトハウスでトランプ大統領と握手しているこちらの男性は、かつては国際テロ組織アルカイダのシリア支部を率いており、アメリカ政府により1000万ドルの懸賞金をかけられていました。かつてのシリアでは、1970年にハーフェズ・アサドが政権を掌握して以来、40年以上もアサド親子による独裁が続いていました。アサド政権下のシリアは、秘密警察が国民を監視し、反体制派やジャーナリストは逮捕される、自由のない世界でした。2011年、悪事を働く独裁政権を倒すため、いくつもの反政府勢力が台頭しシリア内戦が始まりました。この反政府勢力の一つに、ヌスラ戦線という組織がありました。ヌスラ戦線のリーダーであるアハマド・シャラーは、パレスチナの第二次インティファーダやアメリカ同時多発テロに影響を受け、欧米に対するジハード、聖戦に身を投じていた人物でした。当初のヌスラ戦線はテロ組織アルカイダの傘下であり、過激派組織 ISIS とも交流があったため、アメリカや UAE、トルコなどの諸外国からはテロ組織として危険視されていました。しかし、2013年には ISIS との、2016年にはアルカイダとの関係を解消。欧米へのジハードではなく、自由な民主国家シリアの再建を目指す組織、シャーム解放機構、と名乗るようになります。2024年、アサド政権と同盟関係にあったロシアがウクライナ戦争により弱体化した機会を見計らって、シャーム解放機構率いる反政府軍は大攻勢をかけました。当時、ロシアの他にイランやヒズボラがアサド政権を支援していましたが、彼らもまたイスラエルとの紛争により著しく弱体化していました。結果として、後ろ盾を失った政府軍はわずか11日で敗北し、アサド大統領はロシアへ亡命。シャーム解放機構のリーダーであるシャラーがシリア新大統領に就任し、新政権が誕生したのでした。この新政権は、2030年に正式な選挙を行うまでの5年間のみ政権を担当する暫定政府とされています。暫定政府発足後も、ISIS など過激派組織との戦いや内戦による荒廃からの復興など、シリアには様々な問題が残っていますが、苦難の時代を乗り越え、自由なシリアを作るシリア暫定政府の姿勢は、国際社会に受け入れられ始めています。